皆さんこんにちは、みなりんです。この本読んでいろいろと参考にしながらブライス人形をカスタムしてきたんですけども、なんとピアスを開けることができるそうです。それ見てめちゃくちゃびっくりして、私もピオニーちゃんにピアスを開けてみたいと思います。ピアスもピアスを開ける方法とかも全部100均のものだけで作れちゃうので、早速やってみたいと思います。はい、では穴を開けていきたいと思います。緊張します。穴は1回しか開けられないですからね。まずはこちら、ハンドドリルです。一番小さいのを使っていきたいと思います。はい、ではまずすぐに耳を開けるんではなくて、開けたいところをマークしていきたいと思います。ちなみにドリルの大きさはピアスの大きさにもよるんですけども、 0.7mm が一般的だそうです。ではまず最初に開けたいところに点を作っていきます。ここら辺かな。どうですかね。ここら辺で大丈夫そうですかね。では反対側もなるべく左右対称にしていきます。穴を開けていきましょう。力強く押した方がいいそうです。いい感じのところにちゃんと開いてます。結構分厚いですね。一旦見てみたいです。結構穴開いてます。あともうちょっとですかね。貫通しました。はい、穴開きました。でもいいところに開いたと思います。ちょっと修正して、ではもう片方も開けていきたいと思います。ちょっと痛いよ。一度見てみます。はいはいはい、いいところに開いてると思います。結構彫ってますよね。ちょっと一旦プラスチックのくずがいっぱい出てきます。貫通しました。よかった。綺麗な穴ができたのでよかったです。左側はこんな感じと右側はこんな感じです。では穴が開いたので早速いろいろとつけてみたいと思います。はい、今日ね100均に行っていろいろと買ってきたんです。ではまずこちらのピアスから、こういったフックのタイプを使っていくみたいです。入った。かわいい。やっぱりピアスつけると印象変わりますよね。おしゃれになる。嬉しい。入りました。ちょうどいい大きさです。ピオニーちゃんちょっと髪の毛ぐちゃぐちゃになっちゃったね。ちょっと直そうか。二つ結びもかわいい。こんな感じです。だいぶおしゃれになったと思いませんか？これ本物のイヤリングなんで、気分によってはピオニーちゃんのを借りたりすることができるので面白いと思います。これも可愛いですね。ただピオニーちゃんにはちょっと大きすぎますかね。ピオニーちゃんにはちょっと大きすぎたかもしれないです。じゃあこれは私が使おうかな。あとこういったイヤリングも可愛いかなと思って買ってみました。これも100均で売ってます。必要なのがこういったアクセサリーにピアスのフックと丸カンです。ペンチを使って丸カンを開けていきます。アクセサリーとフックを通してまた締めていきます。はい、これでピアスができました。めっちゃ簡単ですよね。締める。はい、2つできました。じゃあ早速試してみましょう。よいしょ。これも大人っぽくて可愛いですね。後で自分の分も作ろうかな。もう一つこれを使ってピアスを作ってみたいと思います。このねオレオが可愛かったんで、今度はこういった球ピンを使っていきます。これもね100均で買いました。まずはオレオに穴を開けていって、
これぐらいで大丈夫ですかね。Qピンを切っていきます。よっ、接着剤をちょっと取って塗りつけていきます。おお、伸びる。はい、じゃあ同じようにこちらの方にも穴を開けて Qピンを塗りつけていきます。最後にまた丸カンを使ってピアスとくっつけていきます。はい、ではできたのでつけてみましょう。こんな感じです。いかがでしょうか。皆さんはどれが一番好きでしたか？私は結局は一番最初につけたこれが可愛いかなと思います。大きさがね、ぴったりだと思いました。ちなみに100均で簡単に可愛いピアスできちゃいますし、ピオニーちゃんが使ってない時はね、自分がね使っちゃったりできるもんね。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。